論語始まるよ。皆さんこんにちは。今日は令和論語の3回目ということをやっていきます。まず、2つ文があります。詩曰く戦場の国を導くに、ことを軽して信、用を制して人を愛し、民を使うに時をもってせよ。これだから、人民を掌握するための政策の態度です。次は詩曰く、定し入れてはすなわち公、入れてはすなわち定、慎みて信、広く衆を愛し、仁に親しみ、行いて余力あらば、すなわちもって文を学べる。これも一応人民掌握のことなんですけれども、こっちは家庭教育の方に関係してきますので、これくっつけていきます。まず、戦場の国っていうのは、昔は古代の中国っていうのは、馬に乗って戦いをしませんでした。みんな徒歩です。走っていきました。で、軍人っていうのは大体戦車です。で、一条の戦車っていうのがあって、それに、歩兵が何十人もつきます。それが一条です。で、それが1000条ある国っていう国ですから、大きな国ってことですね。だから大国を導く。これは導く、これ読んじゃいます。このすんってつかないですね。導くに、ことを軽して信っていうのは、軽というのはこれは慎むという意味で取ってください。この場合はね。だから、大げさなパフォーマンスしないという意味です。イベントもしないということです。そうした方が民には信頼を受ける。これは裏切らないって前に出てきましたけども、人弁に行くとですね、何をするにしても大げさなことはやらないっていうことです。用を制して人を愛しっていうのは、これは、倹約しなさい。これは簡単ですね。人を愛し、倹約をしないとね、どこにお金が回ってるかわからないことになっちゃうんです、大体。で、人民を愛すというのはこれも本当に抽象的なことなんですけども、人がどのように動くかということを把握するっていうことでしょうね。だから、これが重要なんですけども、民を使うに時をもってせよっていうのは、人民を使うときには当然使いますから、土木工事であるとかね、そういうときにはね、タイミングを考えなさいってことです。で、やっぱり最後の方が重要になってきて、これが一番重要なんです。民を使うに時をもってせよ。これ何が重要かって言ったらね、この文は十七条憲法の中に入ってます。で、人民を使うときに時をもってせよ。この時というのはね、具体的に言うとね、こういうことなんです。人民を使うときには農閑期にしなさいってことを言ってます。だから戦争でも人民使えますから、農閑期にしなさい。農繁期にしちゃうと、農民をもしも戦争に使わなくても、畑なんか、蹴散らしちゃいますからね。で、当時は北部しかなかったわけですから、冬は寒いんです。だから孔子頃の紀元前500年頃の中国っていうのは、戦いっていうのは冬だけでした。氷を張っていろんなことをするとかね、氷の戦術がたくさん出てきます。お堀を張っちゃうとかね。で、これもそうなんです。要するに人民に迷惑をかけないようにしましょうっていうことです。作詞なんてとんでもないです。農閑期にしなさい。これは聖徳太子もそう言ってます。これはね。で、その時に、大きな国を指導するときには、慎んで大きなイベントをやたらやらないで、そうすれば、民が言うことを聞き信頼するってことですよね。で、用を制するっていうのは、さっきも言いましたように、倹約をすれば人の動きが分かるっていうんですよ。もしもお金をボンボンばらまいちゃったらば、人が何をするか分からないんですよ。でもお金をあんまりばらまかなければ、どういうことをするか分かるんです。そうやって一人一人を掌握しなさい。そういうふうにすれば、あとはタイミングなんです。要するに、何をするにしてもタイミングが必要ですよっていうのは、これは国の運営の仕方です。こちらに行きますとね、これは定子って言います。弟子じゃないですよ。定子です。大師のことですよね。年上の人、年下の人っていう意味ですけども、いい手はっていうのは、これは宮中ではっていうか、感覚ではそういうふうな意味でいいんですけれども、会社ではでもいいですよね。ごめんなさい、会社の逆です。入れてはっていうのはこれ家庭です。家庭の中に入ってはです。定子っていうのは家庭の中に入ったらば、
親孝行をしなさいとかね、目上の人に、逆らうなってことですよね。親孝行をしなさい。お母さん、おばあさん、おじいちゃん、お父ちゃんがめちゃくちゃなこと言っても、まあまあ、逆らうなってことですね。入れてはすなわちで、外に出たら、これはだから、宮中であるとか、企業であるとか、そしたら、定義っていうのは、これは徴用の上です。年上の人には逆らっちゃいけないっていうね。まあ、これ言っちゃうと、今の企業にはダメなんですけども、とりあえずはこうなります。日本ではもう、敬語を使いますよね。慎みてし、これもやっぱり派手なことをするなって。何でもそうです。これもそうですね。派手なことをする。派手なことをすれば真です。こういうふうになります。広く衆を愛し、同じです。これは人々の出方を見ています。仁に親しみ、さっきやりましたね。思いやりって言いますけども、相手と共に何をするかということを考えて、意識を向こうに向けなさいと。行いて喜ばれた。これが重要なんですけども、すなわちもってもう、ここまでをやってきて、一生懸命これを尽くしてきて、できるってなったらば、初めて勉強しようと思います。つまり、勉強の仕方なんです、これは。で、ここまでのことっていうのは、一般的に言っちゃうと、礼儀のことですね。これ、ここまででもう礼儀です。家庭的な礼儀です。徴用の情、それから、目上の人には、逆らうな、あるいは言うことを聞け、決定的にそういうことをするわけじゃないですよ。できないことはできないですけども、皆さんを愛しましょうっていうようなことを、普通にやります。それで、余力があった時には初めて勉強しなさい。これは勉強で、今で言う学習です。学です。学問です。これどういうことかっていうとね、ざっくり言っちゃうと、しつけもできてないのに勉強させるなってことですから。やっぱり人との対人関係をうまくやってる、お礼が言える、挨拶ができる、ごめんなさいが言える、そういうことができて、子供についてるんですよ。そういうことができてから学問をしよう。それができないで学問をやった場合はどうなるかっていうと、子供っていうのは学問を先に勉強しちゃうと、こっちが頭入っちゃうんです。だから、数学でも英語でももう何でもできちゃった子がでかい面して、大人に横柄な口を聞いたり、肩でかじ切って歩いたり、俺はこんなに勉強ができるんだぞって言って世の中を歩いてきてしまったら非常に困るって言うんですよ。だけど現代の企業の中ではそういう人がいますね。やっぱりとんがり採用って言ってそれしかできないのがいるんです。だけど組織っていうことをこれ考えてますから、こっちも組織ですね。組織を考えた場合、中の秩序っていうのがあるんです。で、この礼儀というのは組織の秩序なんです。これは組織の秩序をちゃんとやらなきゃダメだってことね。これもそうです。戦争でもそうですけども、自衛隊のこと考えればそうですよね。言うことは必ず聞かないと、めちゃくちゃやっちゃったら戦いになりませんから。戦いっていうことに特化しちゃうと、いろいろと問題がありますけれども、勉強したり、家庭を運営したり、企業を、盛んにしたり、貿易をしたり、そういうことをするときには必ず組織秩序ってあるんですよね。でこれには礼儀が必要であって、ルールが必要であって、でルールをちゃんと勉強でき学んだ後に勉強しなさい。これはなんて言いますかね、多くの家庭でこれができてないとこっちに行けないわけですよ。これ家庭、企業って考えた場合そういうふうになります。だからうちは放任なんですよなんていう家庭がよくいますけども、あれはダメですね。いいですよ。相当自分で自制心があって自立心がある子なら放任でもいいです。でもそれもなくて叱るのは怖い、ちゃんとさせる、強制力を持って礼儀をさせる、そういうことが怖い親っていうのはほっぽっちゃいますね。だから逆に子供は親に逆らうようになります。小さい頃かなり高圧的なことを言ってもいいんです。それだと曲がっちゃうと言いますね。でも高圧的なことを言わないと逆に曲がっちゃいます。である程度の秩序付けっていうのは必要なんです。これは
それから何度も学問します。そうすればこっちに役立つんです。こっちに役立つ。でこれは聖徳太子が十七条憲法を作った時に、もちろん彼が論語を読んだわけじゃなくて、渡来人が聖徳太子のブレインとしていたんです。で渡来人の人たちはここのところだけじゃなくてもちろんこっちも知ってました。こっちも知ってましたのでこれを使ったんですね。やたら民を使うんじゃない。民というのはいろんな基礎的な仕事がある。基礎的な仕事があるっていうのは農民としてはそうなんですけども、普通の家庭でもこれがある。基礎的な仕事をやってから上を使いなさい。そうなると家庭にふっと帰ると基礎的な礼儀とか、お辞儀とかね、謝るとかそういうことを教えてから勉強させるというね。極端に言っちゃえばね、ただいま行ってきますと言わないときは塾行かせるなっていうことですよ。それだけのことです。それでも行かしちゃいますよね。でこれなんかは企業の方針に従わないやつはダメだってことですよね。それに従わないと企業は潰れちゃいますからね。勝手なことをしだしちゃいますから。そういうふうなことになると、人々はいいタイミングでものをしだすってことですね。タイミングを測るってことは何ができるかっていうと、これとこれがマッチしてるってことなんですよ。礼儀と学問っていうのがうまくマッチしてるとタイミングが測れるわけですね。民を使うときにそれをだからタイミングを持って使いなさいっていうことです。やたら使っちゃう。だから新しい、方針を打ち出したり企業がですよ、打ち出したり企業が新しい取引をしようっていうときにはね、何が一番重要かっていうとお金とかそれから人とかそうじゃなくてタイミングですよね。今やっていいのか、今引くのかっていうことを見誤っちゃうと困るってことなんですよね。大体の基礎ができていれば、あとはこれです。もうこれはとっても難しいです。そういう時には人に聞いたり世の中を見るっていう、そういう抽象的なね、行為っていうのが必要になりますね。第3回目は、ここまでにいたします。ある